今回は無印良品の文房具だけを使って簡単にできるシンプルなバレットジャーナルを作ってみようかなと、ちょっと挑戦してみようと思ってます。で、まず購入したものをご紹介していきます。まずはこちらのカレンダー付箋紙です。すごい小さいカレンダーで付箋になってて、このままノートに貼ることができます。で、これを使おうと思っています。それと新しく買い足したものはこちらのポケットシールのはがきサイズっていうものです。こちらが150円でした。で、これはこういう風に全面がシールになってます。で、これを今回買ったノートの表紙の内側につけて、このカレンダーを入れようかなと思ってます。そしてこちらがウィークリー付箋紙で13枚入りで100円でした。それと前から持っているこちらはマンスリーの付箋紙で、これも13枚入りで100円でした。今回これらを使おうと思ってます。あと、英語サイズの80円の方眼のノートです。あんまり分厚くはないですけれども、80円で買えるので、簡単にバレットジャーナル始めてみようかなっていう方にすごいいいかなと思います。で、バレットジャーナルは好みなんですけど、こう枠を書く方にとっては方眼だったりドットの方が使いやすいんじゃないかなとは思います。これは方眼になっているのでいいかなと思って買ってみました。やっぱりある程度大きさがあった方が日々の振り返りとか書きやすいかなと思ったので、いろんなサイズあったんですけど英語で買ってみました。あとはこちらのシワにならない液体のり、これ190円と、これはもう一つ持っているんですけど、持ち運び用とおうち用とあった方がいいかなということに気づいて買い足しました。キャップ式のペンになってます。中は黒の 0.38 を入れてます。こちらの本体が30円で、中身の芯が60円です。あと、こちらは今回買ったわけではなくて普段使っているシャープペンなんですけど、低重心のシャープペン 0.3 ミリです。ではこれらを使って早速作っていこうと思います。こっちの付箋紙も入ってくれます。ぴったりです。ちなみに視聴者さんに教えていただいたんですけど、付箋をめくるときは、私は前下から上にめくってたんですけど、そうすると付箋の下が浮いちゃうんですけど、横にめくると下が浮かないみたいです。じゃあ今ちょっと大まかに作ってみました。で、私ちょっと失敗しちゃったんですけど、このシールポケットはこの表紙の最初の方につけると、こちらを書いていくときにこの段差があって書きにくくなってしまったので、後ろの表紙の内側につけた方がいいなと気づきました。で、最初のページにこのキーのマークだけ書いています。これはあってもなくても正直そこまでこだわらなくてもいいかなとは思うんですけど、日々の振り返りのところでこのマークがあった方が書きやすいかなと私は思っていて、本当にそんなにたくさんの種類には分けてないんですけど、これくらいに分けて使っています。これはまたちょっと後でご説明します。で、セットアップとして作ったのはもうこれくらいです。こちらのページとこの辺りです。やっぱり手書きでこのカレンダーのページを作るのは結構時間がかかってしまう
ですけれども、このシールがあれば日付を書き足すだけなので、そのデザインとか、こだわらなくてもいいかなっていう方には、こういう形でシールを使ってしまうっていうのも一つ方法としていいかなと思いました。でこの付箋シール、カレンダーの付箋シールを貼っておいて、こちらの日付をそれを見て書き写しました。でこのミニカレンダーの下に4月の目標を書いておく欄を作りました。今回はもう本当に簡単に作るっていうところを意識したので、あまり枠線とかもそんなに書かずに、もう必要な内容だけを書いてみました。だいたい私は目標は3つくらいに絞って書くようにしてます。で例えばで今目標3つ書いてみたんですけど、この目標っていうのはその優先順位順に書いてます。でなるべくやっぱりその3つに絞っておいて、この3つは必ず達成したいっていうくらいの気持ちで取り組むように心がけてます。ただ、やっぱりなかなかうまくいかないこともあるので、そういった時は次の月に持ち越したりとか、あとはその目標自体が途中で必要なくなる、やっぱりこれは今の自分にとって優先しなくてもいいかなっていう場合もあるので、そういった時はここに書き足していくといいかなと思ってます。そしてウィッシュリストとトゥードゥリストはここにそれぞれ書き出して、でそれができたらここにチェックをつけるという風に使うといいかなと思ってます。でこの方眼のノートのいいところは、このマス目をそのまま使えるので、そこを利用して書いてみました。そしてセットアップしておくといいかなと思ったページは、あとここの左半分のところです。ここは、週の前に作っておくウィークリーログのページになってます。でこの付箋紙があるので、自分で、枠線を引いて月から日曜まで書いておく必要はないので、簡単にできるかなと思います。そして週の初めにはここにやっぱり目標を3つほど上げておくといいと思ってます。でこちらもちょっとあくまで例として書いたんですけど、目標は順位順に、優先順位順に書いて、まず重要でまず最初に取り掛かるべきもの、優先順位が高いものをなるべく最初に持ってきて、期間は長めで1週間はかかるけれども、今週必ずこなしたいなって思うものに関しては2番目とか、そういうふうに自分の中で優先順位を設けて書くと達成につながりやすいかなと思ってます。そしてこちらの付箋が先ほどのウィークリーの付箋紙です。でこの付箋紙、ここに小さく点が打たれてるので、点を結んで線を引くことができるんですけど、でここに線を引いたのは、そのもうあらかじめ週の初めにもう分かっているもの、イベントとタスクをこの左の枠に書いておくといいと思います。ちょっと余白が狭いので、私だったらちょっと足りないかなっていう感じではあるんですけど、ここにその1日の振り返りとして先ほどのキーを使って書いていくといいかなと思ったりしました。で例えばで今こちらを書いてみたんですけど、じゃあ前の日、明日は必ず資料作りを完成させたいというタスクがあったとして、でそれはもう週の目標としても上げているくらい優先順位が高いものなので、必ず終わらせたくて、でじゃあこれを終わらせるためにその1日の時間配分として、まず、午前中には大枠は完成させて、で午後3時までに必ず仕上げるくらいの気持ちで取り組むみたいなところまで前の日にこう計画を立てておくといいんじゃないかなという例として書きました。そしてその一日の終わりに、例えばこのキーで
ですね。自分が感じたこと、こういうことをしてどう感じたかっていうところを書くのがいいと思ってます。この日であればこの気になっていた作業、資料作りを絶対しなきゃと思っていたことが完了できてすっきりしたと。ちょっと単純なんですけど、振り返りの中では、こういう出来事があったらきっとそこに感情、こういう気持ちが自分の中で発生したっていうのがあると思うので、こういうのを書いておくと、じゃあやっぱりこう早めにこなさないといけないことは終わらせるといい週のスタートが切れるなっていう振り返りにつながって次に活かせるので良かったりするんじゃないかなと思ってます。あとこちらにはハビットトラッカー、習慣づけたいことを書いてみました。でこれもドットの方眼のノートなので MTW とかも書きやすいかなと思います。でその日に実行できたら斜線を書くっていうような形で書いてみました。で、そして例えばこの一日の振り返りがここだけでは足りないなっていう日とか、あと明日はちょっとしっかり一日時間を使ってしっかり過ごしたいなっていう日なんかは前の日に一応3つくらいまで一日の目標を上げておくといいかなと思います。そして一日の終わりに先ほど決めたこちらに書いてあるキーを使ってこういう風に気づいたこと、今日終わらせようと思っていた編集の作業中はスマホを絶対に開かないと決めたら短時間で終わらせることができたっていう気づきだったりとか、あとはこう単純に編集終わらせれたとか、人と会ってお話しして自分も頑張ろうと思えたとか、こう感じたことをこのハートマークをつけて書いたりというような形で一日の振り返りをしています。こういう形でシンプルにデイリーログを書く場合は枠線を作ってから書き始めるっていう風にすると、そのデザインを決めるのにも時間がかかってしまったりとか、それでちょっと始めにくいなっていう方はもう必要なことだけこういう風に書いていく形でも全然いいんじゃないかなと思います。というような形で、今回は無印の文房具を使って、主にこういう付箋シールを利用してできるだけ簡単にできるバレットジャーナルをご紹介させていただきました。一人でも多くの方がちょっと始めてみて、日々少しずつよりよく過ごせることにつながったっていう方が一人でも多くいらっしゃるとすごく私としても嬉しいです。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。また今後もバレットジャーナルを通じてこう日々の過ごし方だったりとかをより良くしていくための役に立つ、情報だったり自分が得た知識だったり、そういったところも今後発信していきたいなと思っています。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。